核融合と聞いて皆さんはどのようなイメージが湧きますか？福島第一原発事故以降、日本の世論は核という言葉に敏感です。核という単語が含まれているだけで、事故、危険、戦争のようなワードが思い浮かぶのではないでしょうか。最初に強調しておきたいのは、核融合と核兵器は全くの別物だということです。核融合は太陽や恒星で自然に起きている現象であり、この仕組みを地上で安全に再現することでクリーンなエネルギーを生み出すことができます。核融合は世界のエネルギー問題を根本から解決し得る究極のエネルギー源として長年研究されてきました。しかし核融合発電は常にあと30年先と冗談にされるほど実用化への道のりは長く、これまで夢物語のように語られてきた経緯があります。それでも近年、この夢に現実味を帯び始めました。2022年末、米国の研究所で核融合実験において史上初めて発生エネルギーが投入エネルギーを上回る燃焼が達成され、大きなニュースとなりました。さらに翌年には米国の実験炉が核融合反応で過去最大のエネルギー量を記録し、各国で核融合への期待が急速に高まっています。2023年4月には G7 の気候エネルギー環境大臣会合で核融合エネルギーの可能性が公式に支持され、各国間で協力促進や規制整備に取り組む方針が打ち出されました。核融合エネルギーの成功は将来的に気候変動やエネルギー安全保障の課題を持続的に解決し得るとまで言及され、核融合開発はまさに国際的な大きな潮流に乗りつつあるのです。こうした中、日本初の核融合スタートアップ企業である京都フュージョニアリング株式会社が核融合実用化への鍵を握る世界初の試験プラントユニティ1の開発に挑んでいます。今回はこのユニティ1にスポットを当て、その開発の背景にある問題、革新的な技術的アプローチや特徴、実用化に向けた課題、そして日本の関連企業について詳しく解説します。この動画を通して核融合エネルギーの最前線で何が起きているのかを詳しく知ることができます。ぜひ最後までお付き合いください。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。なぜユニティ1のような施設が必要とされたのか、その背景から探ってみましょう。今私たちは気候変動対策とエネルギー安全保障という2つの大きな問題に直面していることをご存知ですか？ニュースや政策の場で脱炭素やエネルギー安全保障という言葉が日常的に取り上げられるのも、異常気象の頻発、エネルギー価格の高騰、地政学リスクの拡大など暮らしと産業に直結する問題が年々深刻化しているからです。もはや他人事ではありません。脱炭素社会の実現には二酸化炭素を排出しない新たな同規模電源が不可欠です。その有力候補として期待されているのが莫大な出力が見込める次世代発電、とりわけ核融合です。こうした特性から核融合は究極のクリーンエネルギーとして長年にわたり世界の期待を集めてきました。近年はその実用化に向けた動きがグローバルに加速しています。米国や英国では2040年までに核融合発電を商用化するという国家プロジェクトが発表され、民間でも2030年代前半までに核融合発電所を稼働させるという積極的なタイムラインが謳われ始めました。スタートアップ企業による巨額の資金調達も相次ぎ、核融合開発は研究室の枠を超えて産業界の競争領域になりつつあります。しかしながらこれまでの核融合開発には大きな盲点がありました。従来の研究開発はプラズマをいかに高温で安定させて
核融合反応を起こすかというプラズマ物理の領域に集中しており、発生したエネルギーを取り出し電気に変換する発電の領域、すなわちプラント全体の工学技術はなお途上段階にあったのです。例えて言えば、どうやって火を起こすかは盛んに研究されてきたものの、その火でお湯を沸かし蒸気でタービンを回すにはどうするかは十分に検証されてこなかった状況です。実際、現在建設中の国際核融合実験のイーターですら、核融合反応で発生した熱から電力を取り出す発電設備は持っていません。核融合炉の燃料循環や発熱体など商用炉の実現に不可欠な技術については、世界的に未解決の部分が多く残されていました。このままでは仮にプラズマ閉じ込めに成功しても、電気を生み出す方法が確立できず実用化できないという事態になりかねません。そこで登場したのは京都フュージョニアリング社のユニティ1です。このプロジェクトには核融合炉における発電技術を世界に先駆けて実証することで、日本の産業発展にも貢献しようという狙いがありました。では、そのユニティ1とは一体どのような施設なのでしょうか。核融合炉と聞くと巨大な実験装置や発電所を連想するかもしれませんが、ユニティ1では核融合反応そのものを起こさない点が大きな特徴です。言い換えれば、核反応の代わりに外部電力で炉心相当の環境を人工的に作り出し、核融合発電の各要素を統合的にテストする統合試験装置なのです。放射性物質を使用しないため、核的な事故や放射性物質漏洩の危険性は理論上ゼロであり、一般の工業プラントと同程度の安全対策で運用できます。実はこれまで核融合発電システム全体を統合的に試験する取り組みは限られており、核融合エネルギーからの発電実証はまだありません。ユニティ1は世界の最先端を行く挑戦的な計画なのです。当プラントは大きく5つの構成要素で成り立っています。核融合炉内と同等の高温・高磁場環境を人工的に再現する炉内環境試験装置、熱エネルギーの取り出し性能を評価するブランケット試験モジュール、高温の熱を効率よく運ぶための循環系冷却剤ループ、取り出した熱を電気に変換する熱交換器発電システム、排気や燃料循環の技術を継承するプラズマ排気系燃料サイクル系、これらを一体的に動作させることで、実際の核融合発電所に近い条件下で総合的な技術継承を可能にしました。この構成の中で最初に強調したいのは、1000度級の高温冷却剤を同一試験炉内で複数種類に切り替えて流せる統合ブランケットループを計画している点です。高温の冷却剤を大流量で循環し、レンジポンプ等で磁場影響に伴う流動の乱れを抑えつつ、安定運転の検証を行うことは可能になりました。世界で初めてブランケットから直接取り出した熱でガスタービンを回し、核融合由来の電力を発生させるという歴史的な実証を目指しています。2つ目は、高温の熱を効率よく取り出すための先進的なセラミック系熱交換器です。特殊なセラミック材料を用いることで、高温・高圧という過酷環境下でも長期間安定して動作し、トリチウムの透過を防ぐことができます。一般的に金属材料は高温でトリチウムが通り抜けてしまうという問題があるため、回収効率を高めて漏洩を防ぐ設計を採用しました。結果として核融合エネルギーから電力への変換効率が大幅に向上すると期待されています。3つ目は、多周波に対応する最大 1MW 級の連続出力ジャイロトロンです。236GHz を含む多周波に対応し、プラズマの状態変化に応じてリアルタイムで周波数を調整できるので、加熱効率が大幅に向上します。従来機の平均変換効率が 30% 前後だったのに対し、京都フュージョニアリング製は 50% を超える測定値を示しました。電力を効率よくプラズマの加熱に使えることで、
装置を小型化でき、様々なタイプの核融合炉への応用が期待されています。最後はプロトンコンダクターポンプを核とする次世代燃料循環技術です。この技術は特殊なセラミック膜を使った画期的な仕組みです。セラミック膜に電気を流すと、核融合燃料である重水素やトリチウムなどの水素の仲間だけを通し、その他の不要な物質は通さないという性質があります。まるで燃料だけを通すフィルターのような働きをするため、従来主流のパラジウム膜を使う方法と比べて装置の大きさを半分にでき、希少金属の使用量も減少します。またトリチウムが外に漏れる量も大幅に減るため、安全性が高まり、放射線の管理が必要なエリアも小さくできます。将来の商用核融合発電所で必要となる燃料循環システムの実証を目指した世界初の取り組みといえます。これら4つの技術は、高温熱取り出し、低素質エネルギー変換、高効率プラズマ加熱、安全な燃料循環という核融合発電の最後の難所を一気に突破しようとしています。実はこのように同一プラントで燃成試験を行えるのはユニティ1だけです。他の核融合関連施設が各要素を個別に試験するのに対し、ユニティ1は実際の発電所さながらにそれらを組み合わせた状態で動作させるため、システム全体の挙動や相互作用を把握できるのです。例えばブランケットから取り出した熱を即座に冷却剤へ伝え、熱交換器を経てタービンを回す一連の流れは、単一の部品試験では決して得られない貴重なデータをもたらすでしょう。まさに民間企業による融合技術のショーケースといえるユニティ1は、核融合エネルギーを夢物語から現実のものに変える上で極めて重要なピースとなりそうです。実用化に向けた課題。ユニティ1への期待は大きい一方で、核融合発電の実用化には依然として乗り越えるべき課題が数多く残されています。核融合エネルギーを実用化するために解決すべき課題を3つご紹介します。最初に挙げられるのはやはり技術的ハードルの高さです。核融合炉は人工の太陽とも称されるように、内部では1億度を超える超高温のプラズマが発生し、高速で飛び交う宇宙性子線にさらされる極限環境が生まれます。こうした環境に長期間耐えうる材料や機器を開発するのは極めて難しく、現在も世界中の研究者がしのぎを削っています。実際の商用炉では数十年にわたり中性子を浴び続けるため、材料の劣化挙動を正確に予測、評価し、安全に使える期間を見極める必要があります。現在の知見では、一定期間ごとにブランケットなどの内液部品を交換する前提で設計されていますが、交換周期が短すぎると経済性が損なわれるため、いかに高耐久な材料を開発できるかが課題です。またプラズマを閉じ込める超電導コイルや中性子遮蔽剤、真空容器などナノ核構成要素ごとにクリアすべき技術要件があります。ユニティ1は熱と燃料の側面に焦点を当てていますが、プラズマそのものの安定持続も依然大きな技術課題です。プラズマを閉じ込める磁場の制御、高速粒子や不純物によるプラズマ冷却の抑制、自己加熱による燃焼状態の維持など、核融合科学の革新部分はまだ完全には解決されていません。民間企業の中には高温超電導磁石で超強力な磁場を作り出すことで装置を小型化し効率を上げようとする動きや、レーザーによる新手法など様々な挑戦が続いています。しかし持続的に核融合反応からエネルギーを取り出すという難題は依然として核融合研究の最前線にあります。技術面と並んで重要なのが燃料サイクルの問題です。核融合発電には重水素と三重水素という同位体を主に使います。このうちトリチウムは自然界にほとんど存在せず、原子炉などで人工的に生産するしかありません。現在世界にあるわずかなトリチウム細工も核分裂炉の副産物として生産されたものです。
核融合炉を商業運転するには炉内ブランケットでリチウムと中性子の反応により自前でトリチウムを生み出し循環利用しなければなりません。しかしトリチウムは放射性で取り扱いが難しく、容器を透過して逃げやすいという厄介な性質があります。核融合の実用化に向けてはいかにトリチウムを無駄なく生産回収し、安全かつ確実に燃料として供給し続けるかという点が極めて大きな課題となります。ユニティ1では実用炉と同様のトリチウムポンプや同位体分離装置を用意して重水素で代替実験を行っていますが、放射性のトリチウムそのものを扱う検証はユニティ2に委ねられています。ユニティ2はユニティ1で得られた成果と知見をもとに、さらに実用炉に近い条件下での総合検証を目指す次世代の核融合試験施設です。京都ヒュージョニアリング社が主導し、2020年代後半の稼働を目指して設計準備が進められています。ユニティ2では数十グラム規模のトリチウムを用いて燃料の排出、生成、再供給まで全過程を試験する計画を想定しています。実現すれば実際にトリチウムを循環させる燃料サイクルシステムの実証につながります。もっともトリチウムを扱う施設には厳格な安全対策が求められるため、運用コストも膨大になります。将来的に商用核融合発電所で使用済みトリチウムをリサイクルする際には漏洩なく迅速に処理する高度な化学プロセスや設備が必要となるでしょう。核融合が大規模に普及する未来にはトリチウムを大量生産管理する新たな産業分野が生まれるかもしれません。技術や規制が整っても最終的に経済性がなければ核融合発電は普及しないでしょう。現在の核融合開発には莫大な資金が投じられています。国際協力プロジェクトであるイーターの建設費は当初見積もりで約5兆円規模とも言われ、スケジュールの遅延とコスト超過が問題となっています。それに比べると京都ヒュージョニアリング社をはじめとする日本勢への投資額は現時点では控えめで、グローバル競争で遅れを取らないためには今後さらなる官民の投資が必要との指摘があります。実用炉の建設費も巨額になると予想され、電力 1kW を生み出す設備コストは既存の原子力や再生可能エネルギーより高いようではエネルギー市場で競争力を持てません。経済性を確保するには技術革新によるコストダウンや量産効果の追求が不可欠です。例えば高温超電導磁石などは量産により価格低下が期待できますし、炉を大型化して出力を上げれば設備あたりの単価を抑えられるかもしれません。ただし大型化にはまた新たな技術課題が出てくるため、最適なバランスを探る必要があります。ユニティ1のような試験施設で事前に問題点を洗い出し解決しておくことは、将来の商用炉建設での無駄なコスト増を防ぐ一助となるでしょう。もう一つ経済面で重要なのは核融合が作り出す付加価値です。ただ電気を売るだけでなく、高温を生かした水素製造や工業プロセス熱供給など新たなビジネスモデルを取り入れることで収益性を高めることも考えられます。京都ヒュージョニアリング社も融合炉の高温熱を利用した水素製造やカーボンリサイクルなどの応用研究を進めています。核融合発電が実現すれば単なる電力供給にとどまらない幅広い産業への波及効果が期待でき、その経済インパクトは計り知れません。もっともその未来像に到達するまでには相当の初期投資と時間を要するため、現時点では国や投資家による粘り強い支援が求められる段階です。日本の関連企業ユニティ1の開発実現には京都ヒュージョニアリング社をはじめ日本の複数の企業が深く関与しています。ここでは特に関連度の高い3社を見てみましょう。京都ヒュージョニアリング未上場。ユニティ1の開発主体である京都ヒュージョニアリング株式会社は
2019年に設立された核融合ベンチャー企業です。同社は京都大学の長年にわたる核融合研究の成果を生かし、核融合炉向けのプラズマ加熱装置やブランケット、トリチウム燃料循環システムなど特殊機器の開発を専門としています。京都大学の核融合研究成果を背景に、核融合エネルギー研究の第一人者である小西聡名誉教授らが共同創業者となり立ち上げられました。同社は核融合プラズマを閉じ込め加熱するジャイロトロン、核融合炉内から熱と燃料を取り出すブランケット、高温の冷却剤を循環させるポンプや熱交換器を手掛けています。さらにトリチウムを分離回収する燃料循環システムなど、核融合発電所を実現するための周辺技術全般にも取り組んでいます。こうした分野で同社は高い技術力を有しており、英国原子力公社など海外の研究機関、企業にも機器を納入した実績があります。また、イギリス政府主導の核融合炉プロジェクトステップにも関係する領域で共同を進めるなど、国際的な評価を高めてきました。この活躍により未上場企業ながら注目度を高めており、国内外のメディアから関心を集めています。ユニティ1の成果によって同社が核融合産業のリーディングカンパニーとして名乗りを上げ、日本初の新産業創出の立役者となる可能性を秘めています。電源開発株式会社、証券コード9513。電源開発株式会社は日本を代表する電力会社の一つで、主に大規模な発電所による電力供給を手掛けています。水力発電や火力発電で国内有数の実績を持ち、近年は風力など再生可能エネルギーにも注力するなど事業領域を広げています。そんな同社が2023年5月、核融合ベンチャーである京都フュージョニアリング社に対して資本参加を行ったことは大きな話題となりました。老舗の電力会社がスタートアップ企業に出資するのは異例とも言えますが、その背景には同社の長期戦略があります。同社は2050年のカーボンニュートラル実現に向け J-POWER ブループリントと称する計画を掲げており、水素製造や CO2 回収と並んで核融合エネルギーにも関心を示しています。今回の出資を機に核融合のエンジニアリング技術と同社の電力事業で培ったノウハウを融合し、核融合エネルギーの実現を加速させ、社会に貢献していくと述べられています。具体的な協業内容は今後詰められていくと考えられます。例えば、同社が保有する大型発電設備の運用知識や安全管理の経験は、核融合プラントの将来の運営に役立つでしょう。また同社は水素エネルギーにも積極的で、豪州で石炭由来水素を製造する実証事業などを行っています。核融合炉は副次的に高温ガスからの水素製造などへの応用も期待できるため、将来的に核融合発電所と水素製造プラントを組み合わせたエネルギー供給モデルなど J-POWER との協業によって新たな展開が生まれる可能性もあります。三井物産株式会社、証券コード8031。三井物産株式会社は国内最大手の総合商社の一角を占める企業で、エネルギー、金属資源から機械、化学品、食品に至るまで幅広い分野でグローバルに事業を展開しています。同社もまた京都フュージョニアリング社への出資者の一つであり、2023年5月に第三者割当増資の引き受けを通じ資本参加しました。同社は自社の重要課題として環境と共生する世界を作るを掲げており、脱炭素社会の実現につながるイノベーション技術への取り組みを積極的に行っています。核融合エネルギーはまさに究極のクリーンエネルギーとしてその筆頭に挙げられる存在であり、同社は京都フュージョニアリング社との協業を通じて核融合分野の最先端知見、ノウハウを蓄積し、実用化、産業化に貢献していく方針を示しています。総合商社は世界中に持つネットワークや
プロジェクト推進力が強みであり、同社の参画によって京都フュージョニアリング社の技術が海外展開しやすくなることも期待されます。将来的に核融合発電プラントの商用プロジェクトが立ち上がる際には、商社ならではのファイナンス組成や事業調整のノウハウが大いに役立つでしょう。さらに三井物産はエネルギーソリューション本部を持ち、電力インフラ事業や新エネルギー開発にも携わっています。同社にとって核融合への取り組みは、自社の脱炭素ソリューション拡充につながるだけでなく、日本発の革新的技術を育成し、世界に広めるという意義もあります。総合商社が持つ情報収集力、発信力により、核融合の社会的認知度向上や政府への働きかけなど間接的な効果も期待できます。いかがでしたか？エネルギー問題を解決し得る夢の技術と長年言われ続けた核融合ですが、京都フュージョニアリング社の調整によって、その夢は着実に形あるものへと近づこうとしています。ユニティ1は核融合発電の矢となる技術分を統合的に実証する世界初の試みであり、日本初の技術力でグローバルな核融合開発をリードしようという意気込みに満ちたプロジェクトです。もちろん核融合発電が私たちの身近なエネルギー源となるまでにはまだ多くのハードルがあります。技術的革新の積み重ね、核融合専用の法規制整備、核への社会の理解と受け入れ、莫大な投資と時間など解決すべき課題は山積みです。それでもユニティ1が示すアプローチ、つまり実際に使える技術から着実に積み上げていくという現実的な道筋は、夢物語だった核融合を確実に実用化へと導く重要な戦略だと言えるでしょう。海外勢との競争が激しい核融合分野において、日本が独自の強みを生かして存在感を示せるかが問われています。しかし、人類が直面する気候危機やエネルギー問題を根本から解決する可能性を秘めた核融合エネルギーの価値は計り知れず、その実現への挑戦はこれからも続いていきます。核融合エネルギーの未来について、皆さんのご意見やアイデアもぜひコメント欄でお聞かせください。私たちの暮らしを変えるかもしれない太陽を地上に灯す技術、核融合。この挑戦が実を結び、誰もがクリーンで安全なエネルギーの恩恵を享受できる未来に期待しましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。